アホばっかりほんまに。この時間から飯入るってなんかいいよね。結構がっつり飲み屋街やから。一軒目酒場っていうとこもなんかええのよ。ちょうど。わ、握りええな。寿司屋さんや。立ち食い寿司や。出ました。いやもうここすごい人気のお店で。まあ何しようかな。はいはい。じゃあレモンサワーで。はい。あ、僕も生レモンサワーで。生レモンサワー。生のジョッキで。生ジョッキ。レモンサワー生レモンかこだわりです生レモンで。生レモン、はい。この時間から飲むの最高すぎる。最高っすね。最高やな。走り出したら前何食べたか全然覚えてないけど、とにかく全部うまかった。全部うまいの。お疲れ様お疲れで様です。乾杯とサビの入りが一緒やったな。 MV みたい。す。あーうまい。うまい。装着。あ、俺も装着しよう。とりあえずタンとタンこのタロちゃんハラミうわーいいはちょっと言わなあかんから、ハラミは厚切りか薄切りかどっちがいい？これもう中しに選択権を託すわ。タン厚切りでいきます。どっちでも薄と厚をタンとハラミをどの組み合わせにするかっていうのをちょっと。じゃあ厚で。熱々で。熱々で。あ、熱々で？熱々で。あ、オッケー。すみません。じゃあ極上タンの厚切りと、厚切り、はい。タロちゃんハラミの厚切りと最初は厚切り、はい。優勝レバ焼き。あとなんかこの前レバニラもなんか変わったそうや。ね。レバニラ。レバニラする？ちょっとすいません。そうや。レバニラ。レバ優勝レバ焼きやめて、はいレバニラを。最強レバニラ。あ、それ、はい最強レバニラ。何それ。これか。最高っすな。明るいうちから焼肉。うん。休み。休みです。お休みだから一人でドッグランで犬見てた。生で？犬飼ってませんよね。はい。で犬なしで一人で。ドッグランで犬見てた。だって行ったことないですか一人で。いや、行ったことない。ない。その犬追ってのドッグランはなんか友達の犬連れてとかはあったかもしれんけど。めっちゃ犬いるんですよ。まあ犬いるな。だからなんか保育園みたいな保育園見てるみたいな気持ちで。この間なそれこそミスティファイのルックを撮ってたら、でっかい公園で、前からさ、ラブラドールクラブみたいな人が、マジでラブラドール20匹ぐらい来て、大量。もうまみれて、めっちゃ楽しかった。もううわーってなってめっちゃ楽しかったあれ。めっちゃ幸せそうな徳井さん。しゃくれてるの。いやでもたまらんかったもん。たまらん。マジでずっとしゃくれてる。嘘やろ、しゃくれてる？ずっとしゃくれてる。しゃくれてる。ずっとしゃくれてる。見して。いやめっちゃしゃくれてるやん。なんで俺そんななんの？なんで。厚切り状態。おーい。牛脂塗ってから焼いてください。そうだよこれは。ハラミ薄切りにした方がよかったかな。ステージ照明がすごい。やば。これがうまい焼肉ってずっと見てられる。のなあ。焚き火ぐらいずっと見てられる。うわやばいよなこれ。
幸せですよね。完璧だ。なんか外が明るいという背徳感も。うん。でマジこのトングがちょっとしたミニトングがすごい使いやすいのよこれが。こうテーブルにつかないようにもなってる。はい。見つめちゃう。子供一人みたいになってたよ今。ありがとうございます。いいな、私も黄色い T シャツで来ればいい。なんか黄色い T シャツって楽しそうでいいですね。アホっぽく見える。めっちゃなんか少年心取り戻したバターさん。もうちょっとしたらさいいですね。なんか黄色い T シャツにデニムってのがいい。あ、ほんまに虫がやってくる。え、そうなん？黄色いでキーボーとかめっちゃ昔虫寄ってきませんでした。キーボー？黄色？あ、なんか小学校の時に小学校の時キーボーかぶってない俺。キーボーかぶってない。うちキーボー違うわ。何棒？何も帽子かぶってないうち。なし。あ、田舎の子ちゃん。キーボーかぶってキーまボーかぶってたよしたよね。女の子はなんかハットみたいなあ、そう、私ハやつでッいや、うちはもう我々のとかさ帽子とかじゃないから。うわ、キーボー通ってなかったんだ。キーボー通ってない。黒ずんでいく。そうそうそうな。いやなんかでもそのかぶらなあかんとかはなかったな。赤白帽はありました。なんか体育の授業でね体育のね。体育のこれはよかった。キーボー懐かしい。キーボーはかぶってないな。キーボー白い紐をここにかけるじゃないですか。もうそれ強制的に。強制的に。あでここにその学校のそう名前書いてあって名前ついてあって。中市愛知か。愛知です。豊橋市。京都はそういうのじゃないからね。あ、京都はもうちょっとスタイリッシュな感じで行かせてもらってるから。コンビニとかもさ、赤吉野やったっけ？吉野。色使ったらあかん。あでも全部ローソンとかもコンビニとかはその真っ赤っかとか真っ青とかじゃなくてローソンが茶色かったりとか。だからじゃないですか。黄色が景観を乱す。いやそれ子供に関してはそれはないと思うけど。景観条例でダメだったんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。やばい、どうしよう。はい。これはうまい。みんなちょっどうぞ。一人一枚っていう贅沢さね。贅沢すぎる。うまい。うまここ本当うまい。うん。ちょっともったいなくて小分けにしたくなるな。失礼します。タロちゃん花見熱いはーい。です。つけだれも置かせていただきます。はい。左側の茶色い方がこのハラミと相性いい。はいあれの肉がつけだれ。はい。あと野毛とかも行ってみたいんですよ。野それなずっと言ってんねんけど、野毛の美味しそう。帰りがな。そうなんですよ。だからもう野毛行くんやったら野毛に泊まろうって言って。いやもうそれが一番いいですよね。なんかビジネスホテルとかうん、取っ借りて。て。やばい。あすいません。生レモン生スダップサワーを。生ビールもう一個ください。はい、ありがとうございます。めっちゃいい匂いする。タレのタレ匂いが。のいい香りありますよ。あっちも使ってんのかな。あっちはそう動画で使ってるのかな。でも充電器がないんです。そういうのってなら1年ぐらい経ってる。そうなんですよ。
買いました。ああ。これはこっちでいただくんですね。うまいよね、ハラミってね。ハラミってうまいよな、結局。うまい。ちょっとこの2つはあなた方言って。え、いや、ちょっと私ダイエット中なんで。いやこの赤身の肉は大丈夫です。ハラミ。いや、できるだけダイエット中なんで。できるだけ他もある。できる他も食いたいんで。食制限で痩せようとしてるんですか？食制限でしか痩せへんよ。人なんて。運動は運動なんてしたって運動。なんていうの、食制限に比べたら運動なんて全然効果ないよ。嘘。いやほんまやで。で嘘。何本運動したってそのアスリートぐらい運動したら痩せる。あーでも一般の人が運動で痩せようと思ったら無理、正直。でも食ってる以上無理。どこまでやるつもりなんですか？70代いったらいいや68とか行きたいけどな。うわ、あ10キロ以上痩せたい。痩せたい。ーいや、いや、それはもう体楽になりますよ。10キロ痩せたらそうやね。体しんどいからやっぱり。そっか、60キロの人が20キロの重り持って歩いてるの。そういうことなんですよ。まんべんなくなんか鎖片びらみたいなの着てるイメージやから確かなんか全体的に重いのよ。やっぱさ、本当に太んない。バター俺はあ、でも食べてないんかな。に。いや、律してるからです。いや、出た出た。律す出た。る。僕は律してるからです。久々な律する聞いリた。する。溝の口で聞いたな。水の口ぶり。律する剣。もう3キロ、2キロ時点で、あ、ちょっとと思いますね。2、3キロでもで気抜いたって太らへん人やん。いや、俺こういうタイプのおじいちゃんで太ってるおじいちゃん見たことないもんだって。でしょ。でもね、太った方がね、おじいちゃんっていいやん。おじいちゃんちょっと太っとかないとおじいちゃんってあかんやん。まあ確かに安心感ありますよね。こけた大丈夫ってなるもんね。そういやでもバターはもうガリガリじいちゃんまっしぐらい。ガリガリのおじいちゃんになると思う。松原さんおじいちゃんになったらなんかめっちゃ歩いてそう。歩くよ。わかります？なんか歩いてそうじゃないですか。めちゃくちゃ散歩するおじいちゃんみたいな。でもカメラ覚えてるからさ、めちゃくちゃ撮って俺いつか御朱印巡りすると思ってるんだそうだ、なんかそっち系のおじいちゃんになりそう。うん。うまい。ホルモン行くよちょっと。はい。あ、蜂の巣？蜂の巣？蜂の巣好きなの？大好き。じゃあ行こう。すいません。蜂の巣を。うわうわすごい、うまそう、めっちゃうまそう。それは透明の方のアウトスタレと相性いい。はいはい。うわじゃあ蜂の巣から行こうか。はい。大好き。ほんまにもうサクッと炙ったらいいぐらいなんだよね。内臓ってね、よく焼くイメージですけどね。プルプルや。プルや。蜂の巣って俺自分で頼むことないわ。うまい。うまっ。うまい。うまいの。こんなうまい蜂の巣って初めてかも。確かにこれね、肉のね、臭みってある方がいい人かない方がいい人どっちですか？よくね、もう俺はない方がいい。あ、ない方がいいですか？肉の臭みって何？いわゆるね肉の臭みなんか臭みってなくない？ラム、あ、ジビエ。ジビエ、ラムとかって、全く臭みないのを売りにしてるお店あるじゃないですか。あ食べたら、いや、牛肉やんって思いません？寝かせ玄米生活を始めようと思ってて、寝かせ玄米用のジャーを買ったのよ。そんなんあるんですか？そんなジャーがあるんですか？そう、寝かせ玄米って炊く時も
なんか玄米やからこう玄米用の炊き方があって、でその後寝かせる時間もなんか湿度何%ぐらいで何時間か何度の状態で何時間かずっと寝かせ続けるみたいなのがあって、それ用のなんかジャーがあるのよ、炊飯器が。すごい。それを買って、それ用のじゃそでそれ使ってるんですかう今？それを買ってとりあえず寝かせ玄米を始めようと思っているところ。まだあじゃあまだ使ってる。じゃあを寝かせて寝かせてますね一旦でジャーをそうジャー寝かせてジャーを買って満足しているっていうのが今。すいません、こだわりのレモンサワーをください。はい。そうだから玄米が苦じゃないから俺結構だからちょっとそこはええねんな。僕玄米苦じゃない、僕玄米苦じゃないんですけど、白米の方が美味しいなとは思います。でも俺下手したらどっちも美味しいなって思うねん。私結構カチカチのご飯が好きなんですよ。あ、硬く炊いてるやつ。なんか一回冷蔵庫入れて、もう一回チンしましたみたいなご飯の方が好きで、ああ、硬く炊いてるというよりもみたいなこと。ちょっと時間経ったなるほどね。お米の方がなんか好きなんですよ。あ、なんでだろう。冷やご飯とか割と好きな人大ってこと。好き大好き。あ、いるよね、めちゃそういう人くちゃ好きでね。す。カレーとかあれで食べたらめっちゃ美味しいよな。美味しいへえ。ご飯なんかあったかいに越したことないけど。ああ、冷やご飯には冷やご飯の美味しさがあるよね。そうか。煙がいいな。そう、煙がいい。梅干しサワーを、あとジャスミン茶ありますか？普通のジャスミン茶とすだちサワーでお願いします。でもなんか健康法とかダイエット法ってその時代によっていろんな説が出てくるじゃないもうですか。覆るもんな。毎覆る年覆るもんな。そう、私一回朝に寝起きでアイスクリームを食べると痩せるっていう説が、あーでもなんかそういうのあるよね。それをずっと信じてやってるんですけど、あ変わらないです何も。あ、まあ変わらんよ。ちょっとむくむぐらい。同じぐらい食ったら変わらんよ。そうそうそう。多分寝起きでアイス食ってアイス糖血分糖値をドンと上げてそうそうそうでその後食べなくてもいいように持っていくみたいな感じなんちゃうかな。そう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 でもそれで普通に食ったら一緒やし、あとなんか頭もすごい働きやすくなるみたいな聞いたことあって、それはもう10代からずっと信じてるんですけど、でも結局どんなダイエット法や言うたって食ったら一緒。そうもう結局食わへんしかないのよ。それをみんなやっぱ食いたいからそう食いながらダイエットできる方法ないのっていう人の欲望をついてダイエット法ですみたいな考えてやってるけど、ありがとうございます。結局食わへんしかないのよ。いや、それ中椎こそ太らへんやん。違うんですよ。中椎的な感じのタイプの人で太ってる人見たことないもん。確かに。でもそれは体重を気にしすぎると逆にストレスで増えるんですよ私。どういうこもう気にしすぎて数字を。と？痩せなきゃと思ってストレスで食べる。痩せなきゃ痩せなきゃって言って炊飯器からしゃもじでご飯食べちゃった時もあるし。あかんでって言われることを人間ってやりたくなっちゃうやん。もう痩せなあかんと思ったらもう今日はいいやで、だから明日から痩せるから今日はもう思い切って食おうみたいなのが毎日になるとんだよね。かが毎日になっちゃってたり、それ甘えてる時ね。期があって。はい、さっぱりグラスでよろしいですか。はい、さっぱりグラス。そば漬け、はい。ね、来てよ。このレバーたちは優秀レバーの優勝できなかった子たち。準優勝。それはもう超一軍。準優勝が味は一緒ってこと。味は同じお肉から取れたレバーだ。部位がちょっと場所が違う。こ
丁寧に四隅四つ角を確かにね。ネイルが可愛いですね。ほんまや。長めですね。長めにアーティスト？アーティストじゃないです。ソースはねやってください。やば。大好きニラ。ニラうまいよね。ニラ大好き。これはニラがシャキシャキの間が一番美味しいので。あ、そうか。パタってなりすぎても良くないんだ。そうですね。食感で楽しんでいただいて。はい。すぐお召し上がりください。あ、もうすぐ行く。はい、すぐ。これはうまいわ。これもやばい。これはうまい。これはうまい。うまっ。焼きとか焼肉あればサワーとかサワーが美味しいですよ。みんなだけでいっちゃうわ。今日昼ぐらいに母から急に「今日徳井さんがさもらうのね欲しい」みたいな LINE が来てめっちゃ怖くて「なんでなんで知ってんの?」ってめっちゃびっくりして昼飯大丈夫よ。あ視聴者なんですよ本当？全部見てるって言って「言ってくれたね楽しみだね」って言って LINE が来てついに母がおかしくなったのかと思ってスピったのかと思って確かにね。なんで分かってんのって思ってなんでって送っちゃいましそうやな。そうやな。そうそう。たなんで知ってるのって思って夢で出てきてねって言ったらな。心配になっちゃうあれ？この間話してたっけ？なんか夢で出てきた話。いや、俺らの友達が、友達の女の子がいるんだけど、その子が彼氏できたの。で、しばらく彼氏おらんかったけど、急に彼氏できて、で、その彼氏も紹介してもらって、で、馴れ初めはって聞いたら、その女の子が、その相手のことはインスタ上で何となく認識がちねん。でも接点はなかった何も。インスタでこういう人がいるなって分かってる。で、ある時その人が夢に出てきて、でなんかデートかなんかしてる夢見てね。で、こんな夢見たのになんかインスタでしか知らへん人の夢を見たと思って友達になんか誰々っていう人の夢を見て言ってたら、数日後にその人から DM が来てんで。で、普段やったら DM なんて返さへんねんけど、数日前に夢に見てたから、これはなんかあるのかもって思って、一応ちょっと返して、でそこから交流が始まって付き合いだしたんですね。何それ私も早く夢に見たい夢見ますか普段見るけど覚えてはないね。覚えてないんですか何日だか忘れる。忘れる。あれなんで夢ってあんなに忘れんのかな。だから今日のことってさ、別に1年2年経っても一応覚えてるやん。夢ってさ、数時間できれいに忘れるやん。あれなんでなん体験してるとしてないと違うかな。夢についてすっごい調べてた時期ありますね。あだってその時期夢日記書いてて、そうすると夢か現実かどっちが現実か分かんなくなってくるんですどんどん。こう夢にこう危険やん。危険なんか調べたら夢日記が危険って出てきて夢ずっと覚えてるんですよ。結構忘れないんですよね。毎日夢見るし。これは同じ夢を何回も見てるから忘れないとか。いや毎日絶対に違う夢を覚えてて、それこそ友達が
彼氏と別れる夢見たら数日後に別れたりとかあーめっちゃあるんですよ。それな未来現在過去というか、この間なたまたま YouTube で徳永英明さんの動画が流れてきたんですよ。徳永さんが子供の頃やっててめっちゃ若い時になんか、辛いことがあったりとか、先々でなんか不安を感じたみたいな時期があって、ほんなら心の声が聞こえたんですよ。君は将来歌手になるんだよ、だから今頑張りなさいっていうみたいな声メッセージ、声が聞こえた。何やろうって思ってたんやけど、結果歌手になったと。ほんで、大人になってから若き日の自分に対して君は歌手になるんだから頑張れみたいな、なんか曲を書いたかなんかそんなんで、その時にあれは未来の自分だったんだって思ったってことがあってんで、未来の自分が幼き日の自分に対して言ってたのが今になって分かった。ああ、自分だったんですね。自分だったみたいな。だからそれで徳永さんが、過去も未来も自分の今の自分の隣にいるんだって思ったらしい。それで言うと夢予知夢とかももしかしたら未来の中島が寝てる中島に教えてるのかもしれないしとか。友達彼氏と別れるよーってとか知ってるか餃子食わん？わかんの？これニシンってこんなちっちゃい？おそらくに言わしてない。言わしてない。ニシンってこんなちっちゃい。うわあ。あれこれブリやったっけ？カツオ？ブリ？カツオ？カツオじゃないです。カツオ硬い。あ、そうか。ブリか。アホばっかりほんまに。ここも中華。しかもタバコ吸えるやん。ここ行こうか。ここええな。とりあえず餃子ビール。はい。両ビ行こう。ああ、チンタオとかチンタオビールある。チンタオビール日本か。チンタオ日本。チダ2本。3つください。3つ。焼き餃子。なんか豆苗炒め。あ、いいですね。焼き餃子2人前と豆苗炒め1つ。ごめん、はい。この動画が上がる頃に50歳で50代のこの10年が始まるのかとか。10年刻みで変わってくる。なんかやっぱり10年刻みの感じはすごいあるよ。この30代どうやったかな、40代どうやったかなとか、50代はどうせなあかんかとかは考えるな。考えへん、なんかそういうのが。40は何も考えてなかった。30ぐらいの時に考えることの意味のなさ、考えることの意味のなさ。忘れるし。でも長引いたら50代とかさ、長期的なビジョンやん。それ忘れる？ほんまそう。仕事的になんか目標みたいなのがあればね、それに向けて気分が
ですね。いただきます。どうぞ。赤っ。揚げっぽい感じ。揚げ焼きっぽいな。中の具が日本っぽくない。なんか味が。中志が一番最初に結婚するんでしょ。そういう。するわ。まあ数々抜かされてきてるから。こんなちっちゃい子供の俺が大人で相手がこんなちっちゃい子供の頃に出会ってて、そいつが成長して先結婚するとかめっちゃあるから何回もあるから。先言ってください。なんかどういう人やったらどういう人が結婚する人？すっごいなんか美味しそうにご飯食べる人がいい。やっぱご飯大事ですね。なんかラガーマンとかと結婚する柔道の人とか、量食べる量。ほんまに体ごつくてもりもりご飯食べる人とかと結婚しそうな、なんか見ててめっちゃ気持ちいいですよ。自分の作ったご飯書き込んでくれる。何やったっけな。なんか夫が出したものを全部食べてしまうハラスメントらしくて、なんかね、残してくれへんとか、まあみんなで家族でご飯食べるから、まあ大皿にバーンって出すじゃないですか。だからもう全部食べてまうんですって。ああ、他の人、家族に渡さず家族のことを考えずに、食べたいだけ食べてしまうみたいなのが割とうちもみたいな。なんなんあれ。旦那さんはもう全部自分の前と思っちゃうから。思っちゃうから、なんかその。でもうちもそうでした。結構競争、早い者勝ちみたいなことですよね。別に誰かのこと気使って残すわけでもなく、自分が食べたいだけ食べるみたいな。だからなんか食べてて、白ご飯だいぶ残ってるな、ここまで行くとこの人白ご飯何で食べるんやろうみたいな。そういうこと？そういうプレッシャーを与えるっていうか。分からんかなっていう。相手が白ご飯このぐらい残ってるから餃子2つ3つ残ってんとあかんぞってことは、俺はあと1個2個ぐらいしか食うとあかんとみたいな。あれ自分の稼いできた金やから飯食う量我慢せんでええやろって思ってるってことなんかな。で僕そのどっちかっていうと食べきるよりも遠慮の塊って言われることの状況の方がもうめちゃくちゃあるあるやと思ってたから、そのなんかトピック見てそう全部食ってまうなんだっていうのでわーって盛り上がってたから。でも旦那側からしたらさ、あれじゃあなんか残したらあかんと思ってるんじゃないな。そのプレッシャーあるんじゃないかな。もうめっちゃ美味しそうにいっぱい作った方が奥さん喜ぶやろうっていう、それが裏目に出てる旦那からしたらそんな思ってたんってなってる可能性はありそうな気がする。奥さんと今日ご飯頑張って作ったよって言っていっぱい出してきたら美味しいって言わなきゃいけないっていうプレッシャーありますよね。まああるよ、それは